料理研究家の口尾あさみです。学芸大学でハンというお店をやっています。夫と2人で暮らしています。入居した時が築20年です。最初は賃貸で探してたんですけど、ないんですよ、賃貸が。で、家賃も高くて、それだったら購入した方がいいかなっていう話になって、流れで。料理の仕事すでにしていたので、やっぱキッチンを充実させたいっていうのと、やっぱ家族が2人だし、個別の部屋みたいなのは私は想定してなかったですね。キッチンもそのリビングっていうか、もうこうなんていうんですかね、境目のない空間にしたいなっていうのはなんとなくその最初からありましたね。ほとんどキッチンに住んでるっていう感じでしょうか。全部お気に入りだし、この子たちは15年以上いますね。一番使ってるお気に入り。これモロッコのハリラボール、スープ飲むボールですね。国の旅先で買ってきてます。いいなと思っても値段ついてなくて、これいくらですかって聞いたら、何個買うんだみたいな感じで、すぐ買わせてもらえないんですよ。それで何個買うとか言って値段言われたらすごい高い値段で言われて、じゃあいらないって言って店出ようとすると、待て待てみたいな。毎回その繰り返しで、やっと1個買うみたいな感じの思い出の品でもあります。だから用途とかあまり考えないかな。その時のその自分の、なんていうんですか、気持ちっていうか。最初は置いてたんですけど、置く場所がなくなって下げたっていうあとやっぱりその現地のそのバザールとかって床から天井まで物がたくさん積み上がってぶら下がってたりするので、それを見て、これいいなっていうので、バザールからヒントを得たっていうのもあります。なんかあんま自分の中で収納っていう言葉がないんですよ。収納っていうなんか言葉になんか自分がこう当てはまらないっていうか、なんか収納って何みたいなこの子たちはここがいいとかってその、感じなので、あまりなんか収納っていう意識はないですね。昔やっぱ情報がなかった時代だったんで、その雑誌っていうのがもうかぶりついてみてスクラップしたりとか、今はそういうことやってる人はいないかもしれないですけど、昔は夢中になってましたね。なんかいつかこんな家に住みたいとかって、なんかそういうのは昔はありましたね。去年インドに行ったんですけど、絵を描いてるじゃないですか、壁とかに。あれもいいなと思って。玄関そうしようかなと思ってるんですよ。夢は尽きないですよね。やれるかどうかは別として。最初、冬とか冷蔵庫みたく使ってたんですよ。野菜を売ったりとか。いいなと思って。はって思った時に、ここに入る棚ないかなって思って、Amazon で探してたら植木とか置く棚なんですけど、サイズがちょうどいいと思って。で、置いたら、棚できたと思って。で、なんか、透明なものを置いたら光を遮らないかなと思ってグラスとか置いてそうなったんですよね。海外に行った時に切り替わる感じですね。やっぱり趣味も仕事も料理なんですよね。だからなんかやっぱ境目がないし、家に帰ってきても家の料理も作るっていうので、料理は仕事であり、普段のやることでもありみたいな感じで、そこはどうしても切り替わらないし、家の料理作るのめんどくさいなとかもう普通にあるし、だからやっぱ旅行に行くのが、旅に出るのが一番の、仕事でもあるんですけど、やっぱ気持ちが全然違いますね。だからもう旅に行かないと、もやもやしてきても、って感じになって、なんで今、
年に3回っていう風にお店始めてから決めてるんですけど、やっぱ間が空くとちょっとね、旅行きたいってなっちゃいますね。中央ヨーロッパとか東欧に行って、セルビア、ルーマニア、ハンガリー、チェコに行ってきたんですよね。ここは全部初めて。でもどうしても中央ヨーロッパ行ってみたくて、みんなが行くような有名な国には行ってなくて、そうじゃない国ばっかりなんですけど、呼ばれてないっていうか、そこの料理やってる人いっぱいいるし、私が行かなくてもいいかなって思ってたけど、だんだんイタリアに近づいていってるんですよ。食文化的に、そのハンガリーとかあの辺も少しずつイタリアっぽいの混ざってくるんですよ。もうすごいいろんな国のミックスですごい面白くて、なんでだんだんまあいつかキッチンもちょっと改装したいなっていう夢はありますけどね。本当はね、土間のキッチンが欲しいんですよ。モロッコとかみたいな。でも家の中じゃないかなって半分外みたいなキッチンが欲しいなって。やっぱ原始的なのが好きなんですよね。自分のその料理する上において。だからタジンとかもちょっと大きいみたいな感じ。ああいうなんか昔ながらのものを使うのが結構好きなんですよね。その各国に行った時にその地元の人が使ってる道具だったり、その食堂で使っているものだったりっていうのにすごく興味があるので、あと作家さんっていうよりはもう普通の人が使ってるものっていうのに惹かれる惹かれますね。いつも行く先々で包丁は買ってるんですよ。別に何に使うわけじゃないんですけど、可愛い形とか。これラオスですね。去年買ったやつ。これはなんか、路上でおばさんが売ってて、全部手作り。この、刃のところも持ち手も全部違って、迷ったけどこれにしたって感じですね。切れるかどうかわかんないけど。これは、セルビアかな？セルビアンナイフ。強そうな感じ。これ肉切るのにいいですね。肉、魚。例えば道具ってその生まれてきた理由が絶対あるじゃないですか。タジンは砂漠生まれで、その水が貴重なところで少ない水でも調理できるように考えられた鍋なんですよね。だからなんかいちいち理由があるわけですよ。そういう理由が知るのも楽しいし、そういうの知ると使いたくなるしっていうのはありますけど。まあ今も日本もね、その新しい家電だったり、そのみんなの夢を叶えてるものなんだけど、でもそっちにはあまり惹かれなくて、昔ながらのみたいなのが好きといえば好きですかね。初めて行った国だと思いもよらないものが好きだったっていうのを発見もありますけど、でもやっぱりなんとなく共通する、その好きなものに共通性はありますし、それは変わってないかなと思います。休みの日は、ちょっと遠出したりしますけど、普段は夫が、いろんなところで買い物してます。私は、必要な分だけ自分で買う時もありますけど、お店の仕入れは夫が主にやってます。必要なものが出てきたらっていう時と、あとちょっと異国に触れたいっていう時だったり、結構旅から帰ってきてすぐ新大久保行くことが割と多いんですけど、旅的要素がもうあります。新大久保。韓国のイメージがありますけど、駅の反対側はなんかイスラム横丁とかって言われてて、中東の食材ですとか、インドとかネパール、中国、ベトナム、ミャンマーとか、結構いろんな国々の料理が一箇所で買えるっていうすごいところですね。
家とは、まあちょっと、夫には悪いですけど、自分のが現れてる場所ですかね。まああと、旅のものが詰まった場所っていうのもあるし、私の思い出でもあり、夫の一緒に行った思い出でもあるし、あと自分たちの歴史も詰まってたりとか、そうですね、そういう積み重なった場所ですかね。ここも完成してないといえば完成してないし、理想かって言われたら理想でもないし、でも理想が、まあ部分的にはあるけど別にマストじゃないし、まあその時々でっていう感じだしね。まあキッチンはちょっと変えたいなっていうのもあるけど、でも今は店があるから、第二のキッチンがあるから。家具は好きだけど家具ないし、家具よりやっぱその家具の中に入るものの方がやっぱり大事ですかね、自分はね。